はい、こんにちは。今回は、1時間足チャートだけを使って環境認識をして、で、15分足と5分足チャート、これだけを使ってエントリーと決済ですね、利食いもしくは損切りというのをトレード、一連のトレード、これで、この3枚のチャートだけを使ってやるという手法をですね、紹介していきたいと思います。まず環境認識についてなんですけれども、なかなか、特に初心者の方にしてみたら、この環境認識って非常に難しいかなと思います。普通はですね、複数の時間軸を使って、いわゆるマルチタイムフレーム分析ということで、日足ぐらいからですね、本来はやるべきことなんですけれども、なかなかそれをするとですね、難しいというのがあります。で、特に、裁量度がやっぱり求められますので、ダウ理論とか、ダウの高値安値の切り上げ切り下げを見たり、水平線引いたり、トレンドライン引いたりということで、それをまた複数の時間軸でやるというのが非常に難しい。だんだん混乱してくるっていうのがあると思いますんで、もちろん、最終的にはね、そういうのが、できるようにならないといけないんですけれども、いきなりそれをやろうとすると非常に難しいというのがありますんで、まずは、その環境認識ということ自体に慣れるために、1時間足だけでですね、簡単に環境認識できる方法というのが、ありますので、そちらの方を紹介したいなと思います。で、それで環境認識をした後、15分足と5分足で、エントリーポイントもそれで絞り込むという方法も合わせてご紹介したいと思います。では、環境認識から始めていきますけれども、こちら、ユーロドルの1時間足になりますが、こちらにですね、まずはインジケーター、ムービングアベレージですね。移動平均線を入れていきたいと思います。まず20期間移動平均線ですね。シンプル SMA を入れます。次にですね、今度80期間の移動平均線、緑にして入れます。で、80ということは20の4倍ですんで、つまり4時間足の移動平均線、いわゆるミドルラインということになるんですけども、を引いたことになります。だから、これ1時間足に、1時間足のミドルと4時間足のミドルが、表示されている状態ということになります。で、これ今、20と80にしておりますけれども、ここのパラメータはですね、皆さんの馴染みのあるパラメータでいいかなと思います。例えば21と84ですかね、でもいいですし、一応25と100でもいいかなと思います。で、とりあえず今回は20と80の組み合わせで、やっていきたいと思います。で、この1時間足チャートのどこを見るかと言いますとですね、今引きました日本のミドルラインがありますけれども、このミドルラインに挟まれたところ、例えばこことか、こういったところですね。こういったところではトレードをしない。まずそういうルールを設けます。で、じゃあどこでトレードをするかと言いますと、例えばここ、下に割ってるところですね。こういったところ。ここは、戻ってきたら売り。戻ったら売り。ここも同様ですね。こういったところ。戻ったら売り。戻ったら売り。で、今度こちら側。こちら側は、押したら買い。押したら買いと。こっちはショートで、こっちはロングで、ずっと攻めるという、そういうルールになります。ちょっと汚いので、色をつけてみたんですけれども、こんな感じになりますね。こういう色を塗ってあるところは、トレードをしないところ。
で、色が塗っていないところで、ミドルラインよりも下であればショート、上であればロングと。で、目線を固定するということですね。いうふうにします。まずなぜこのミドルラインに挟まれたところではトレードしないのかということなんですけれども、これはですね、それぞれの、グランビルが働くので、複雑な動きになりやすいという、そういうことなんですけれどもね。ご存知のようにミドルラインというのはマグネット効果と、離れていたらマグネット効果と、それと近づいてくると今度反発しようとする動きっていうのが起こりますので、それがこの、4時間足と1時間足のそれぞれのミドルで、同時に起こってしまうので、引き合ったり反発し合ったりっていうので複雑な動きになりやすいというのがありますので、ここは外そうということになります。で、その挟まれたところから一旦こうね、脱出しますとですね、ある一定期間は、そちらの方向に動くと。こういったところですね。一定期間は動きやすいという、その優位性を、取っていこう。その優位性の中でトレードしていこうという、手法になります。ただ例えばここですね、ここブレイクしたんですけれども、やっぱりブレイクしてもやはりこのグランビルの法則が働いてブレイクした後一旦戻るんですよね。戻ってもう一回反発していく。こういった動きをやっぱり頭に入れておいた方がいいかなと思います。やっぱここもそうですよね。ここ落ちても、一旦戻る。この上向きのミドルを下に割った時にやっぱりこういうふうに一旦戻る。こっちも下向きのミドルを上に割っても一旦戻ってくるっていう、そういった動きになりやすいっていう、この性質を知った上で、仕掛けるポイントを探していくということになります。で、ここからですね、具体的にどこでエントリーできるのかというのをちょっと短期足で見ていきたいんですけれども、まずはこの、じゃあロングできるエリアっていうのをちょっと考えていきますが、ここでブレイクしたと。で、ただブレイクしたけど飛び乗るのではなくって、一旦押してくるのを待ちます。グランビルの法則で一旦押してくるであろうと。で、押してきて、下髭、ピンバーがこれ出ましたよね。1時間足のインサイドバーにもなっておりますので、ここから上昇してきたら、取りやすいかなというような予測をしながら、ちょっとここで、15分足を見てみたいなと思います。この足の、この次の足からですよね。次の足から、15分足でエントリーできるところっていうのを探していくということになります。で15分足なんですけれども、同様にこれやっぱり20期間 MA と80期間 MA を表示させています。で、15分足の80期間ということは、つまりは1時間足のミドルラインですね、がここになります。で、同じようにですね、この、塗りつぶしたエリアですね、ここではトレードしないというルールを15分足にも適用しておきます。で、先ほどのピンバーですよね、1時間足のピンバーが出たのがこれなので、こっから後の押しでエントリーすることを考えていきます。で、このまま追いかけていくとですね、この足でやっぱりピンバーつけてますよね。で、その次の足で、この陽線が立ちましたので、ここで、エントリーできるかどうかということになるんですけども、ここでですね、今度は5分足を見るわけです。5分足に行きますと、5分足にも同様に20と80のMA と挟まれたところを塗りつぶしているんですけれども、で、先ほどの15分足がですね、ミドルライン、ついてるかどうか微妙ですけれども、ここで一旦反発して、陽線が出たところ、
ここからですね、5分足は、まだこの時点で、このトレードできないエリアにまだいるわけですよね。ですので、トレードしないんです。まだ。エントリーはしない。ただ、15分足はここ。いいところに来てるわけですよね。いいところに来てるんだけども、5分足はまだなので、待ちます。で、待って、ようやくここでブレイクしたので、ここから乗っていくということになります。で、念のためにもう一回この時点で15分足でどういう状況なのかというのを見ると、十分トレードできる形になってますよね。こっちにも当然入っていないですし、ロングできる形なので、ようやく1時間15分で5分と、この3つの時間軸で、ロングできる条件が整ったので、こっから入っていくということになります。で、損切りはここにします。ここ。直近の、最安値のところですね。ここに、直近安値にの少し下に、損切りの、ストップを置いて、で、それの 1.5 倍というふうにしておきます。ちょっと今は裁量なしにしておきたいので、1.5 倍のところで、利食いをするというふうにも機械的に決めておきます。で、ここを目標にして、今回はこれで、利食いになったということになります。すいません。今ちょっとバタバタっと話してしまったので、もう一回、ルールについてまとめますと、1時間足で、ロング有利となっているエリアにおいて、15分足で、MA 反発ですね。このトレードできないエリアから脱出した後の MA で反発して、で、ロングの場合は陽線確定。陽線を確定した後の次の足からの、ロングを検討するわけなんですけれども、その時の条件として、さらに5分足が、このミドルライン、20期間移動平均線よりもロングの場合は上にいることを条件とするという、この条件が2つ重なった時に、ロングをしていくと。で、その時のストップは直近の安値。で、利食いはとりあえず、1.5 倍のあたりにしておくというふうにします。で、今の流れだと、裁量がほとんどないですよね。ほとんどというか全くないのかな。インジケーターと、インジケーターに対するそのレートの場所ですね。それを機械的に判断して、利食いと損切りももう1対 1.5 というふうにしておきますので、悩むポイントをですね、極力排除しているっていう、そういうルールになっているっていうことを、ちょっとご理解いただきたいんですけれども、これをですね、このルールに従って、やっていくというのをですね、ちょっと訓練するといいかなと思います。で、最初のうちは、このミドルを抜かないっていう、その点だけにですね、集中して見ていっていただければいいと思うんですけども、徐々に慣れてくればですね、その他の、テクニカル的な要素なんかも、ちょっと加味していけるかなと思います。例えば、この場面であれば、こういったところですね、レジサポ転換しているので、このライン、硬いラインかなと判断できて、これで反発して上がっていくので、この上昇も続くんじゃないかなというふうな判断もできますし、あるいはここですね、ここに、3ゾン。が、あるというふうに見えればですね、ここのネックラインですね、このあたりを、抜けたあたりから上昇が強まるんじゃないかというふうにも、考えられますし、あとは、これですね。
このあたりに、かな。切り下げラインですね。高値切り下げ線が引けたら、ここ、抜けていくところですね。結局、この要線ですけれども、このミドルラインと、この、切り下げ線、これを同時に抜けてますんで、かなり強い、要線だったということがわかるということになります。こういった、インジケーター以外のテクニカル的な要素もですね、合わせて、考えられるようになれば、いいかなと思います。今の段階では、最初の段階ではもうインジケーターだけに集中して、見ていただいて、とにかくルール通りにエントリーして、エグジットすると。これをですね、まず体に馴染ませるっていうのは、これが大事かなと思いますので。まずはそこをフォーカスしてやっていただくというのがいいかなと思います。はい、それではもう少しですね、続きを見ていきたいと思うんですけども、先ほどの場面がここですよね。ここから上、の状況を見ていきたいと思います。ですね、一つはチャートを拡大して、みたいと思います。この辺ですね。この辺からの上昇ということで、またここで、押してきましたと。で、ミドル反発をして、要線確定させたという。ここで、このミドル反発が確定したという判断になります。ですので、この次の足、ここの足から5分足でエントリーできるかどうかを確認します。これですね。で、5分足を見ると、ここですね。こちらで確定した後、次、ここ。これがすでにミドルの上に来ておりますので、エントリーできるという判断で、ここでエントリーして、ストップはここというふうにすれば、1.5 倍で利食いはここということで、めでたく利食いトレードになったということになります。で、これも終わって、もう一度15分足に戻って、さらに続きなんですけれども、次のエントリーポイントとしては、ここをやっぱ押してきて、ここですね、この一旦トレードできないところに一旦入ったんですけれども、その後、もう一回上昇して、このミドルを抜き返しているという形になっています。これはどちらかというと強い上昇のサインというふうに判断できますので、これは乗っていっていいかなと思います。これで再上昇確定ということなので、この後のこの要線からですね、5分足でエントリーできるポイントを確認するということになります。そうなると、ここですね。すでに、これを抜けておりますので、ここからエントリー可能ですね。ということで、ストップをここに置くとですね、1.5 倍のところがここになるので、結局、この先見ても、いけてないですね。だからこれは利食いにはならなかったということで、問題はだからどこで撤退するかということになるんですけれども、一つの候補としては、このミドルをやっぱり完全に割ってしまったところ、このあたりでも撤退ですね。損切りにはならないですけど、利益撤退といいますか、そのあたりになるかなと思います。ここで、撤退するか、あるいは高値を切り下げて安値を更新したあたり、この辺でももういいですし、最悪でも、ここですね。これを終わったらもう完全に撤退ということになります。ということですね。という感じで淡々とルール通りにエントリーして、EXIT
トですね、利食いないしは損切り、ないしは撤退というのを繰り返していけば、そんなに大きく負けることはないですし、うまくすれば利益を重ねていくことができるという、大体そんなイメージは持っていただけるんじゃないかなと思います。こうでしたね。この辺りを見たということで、ロングばっかりでもあれなので、ちょっと、ショートも見ていきましょうか。では、この辺りから見ていくとして、